皆さんこんにちは。車の雑学、ショートです。突然ですが、皆さんが毎日使っているスマホや家電のメーカーが本気で自動車を作ろうとしていたって聞いたら驚きませんか？実はソニーやダイソン、そしてアップルまで名だたる企業が自動車業界に挑戦し、そして多くが撤退していった歴史があるんです。今回はそんな有名企業の意外な車参入、撤退の歴史を紐解き、なぜ彼らが挑戦し、そして何が壁となったのかを探っていきます。まずは現在進行形で最も注目されている挑戦者、ソニーです。 CES でビジョン S を発表した時は衝撃でしたね。当初は技術ショーケースかと思われましたが、本気でした。彼らは老舗自動車メーカーのホンダとタッグを組み、アフィーラというブランドを立ち上げました。ソニーの強みである CMOS センサーやゲーム、音楽、映画といったエンターテイメントを写実空間でどう生かすか、移動、体験に変えようとしています。2026年の市場投入を目指しており、 IT 企業がどこまで自動車業界に食い込めるか目が離せません。続いては吸引力の変わらない掃除機でおなじみのダイソンです。実はダイソン、数年前まで水面下で大規模な EV 開発プロジェクトを進めていました。創業者ジェームズ・ダイソン自らが指揮を執り、5億ポンド以上、日本円で700億円以上とも言われる巨額の資金を投じた一大プロジェクトでした。試作車まで完成していたんですが、最終的に市販化を断念。理由は商業的に成り立たないというものでした。革新的な技術はあっても、自動車の量産・販売がいかに莫大なコストとノウハウを要するか、その厳しさを示す象徴的な事例と言えるでしょう。そして最も多くの憶測を呼んだのがアップルの自動車プロジェクト、通称プロジェクトタイタンです。2014年頃から噂が流れ始め、テスラから多くの技術者を引き抜くなど、その本気度がうかがえました。完全なアップルカーを目指していた時期もあれば、自動運転システムの外販に舵を切ったとも言われ、情報は錯綜していました。しかし2024年、ついにアップルはこのプロジェクトの中止を決定したと報じられました。10年近くにわたる開発と莫大な投資、それでも実現しなかった背景には、やはり自動車開発特有の複雑さ、そして AI など他の分野へリソースを集中させるという経営判断があったのかもしれません。少し毛色を変えてヤマハ発動機を見てみましょう。バイクやマリン製品のイメージが強いですが、実は自動車との関わりも深いんです。古くはトヨタ 2000GT のエンジン開発・生産に関与し、レクサス LFA の V10 サウンドチューニングも手掛けました。自社ブランドでの挑戦もありました。 F1 エンジンを搭載した幻のスーパーカー OX9911 やゴードン・マレー設計の軽量コンセプトカーモティフスポーツライドコンセプトなどを発表し、市販化も噂されましたが、実現には至っていません。高い技術力はあっても、やはり量産体制の構築や販売網など総合的なハードルは高かったようです。さて、ここまでいくつかの事例を見てきました。なぜこれほど多くの有名企業が自動車に挑戦するのでしょうか。それはやはり巨大な市場規模と EV 化や自動運転化といった100年に一度の大変革期にビジネスチャンスを見出しているからでしょう。しかし同時に見てきたように、自動車産業は極めて参入障壁が高い。人命に関わる安全基準、複雑なサプライチェーン、巨額の設備投資、そしてブランド構築。ソニーのように既存メーカーと組む戦略もあれば、ダイソンやアップルのように単独で挑み、壁にぶつかるケースもあります。今後ソフトウェアやサービスがより重要になる中で、異業種からの新たな挑戦者が現れる可能性は十分にあります。彼らの挑戦が自動車の未来をどう変えていくのか注目していきたいですね。いかがでしたでしょうか。今回は有名企業の意外な車挑戦史をお届けしました。
この動画が面白い、役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんが知っている他の企業の挑戦や動画の感想などもぜひコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。